皆さんこんにちは。これから弾丸世界一周に出発します。東回りで約2週間で海を渡り日本に帰ってきます。無事に成田国際空港第一ターミナルに到着。いつもと違い今回は非常に緊張していて食欲が落ち3キロ痩せて出発です。すべてを個人手配にしたことで何かのっぴきならないことが起きた時は自分で対処することになります。旅行代理店を入れればよかったとお金をケチったことを大変後悔しました。ごちゃごちゃ言っていますが荷物を預けてさっさと出国しましょう。一番最初に訪れる国はメキシコシティです。 ANA のビジネスクラスで出発します。大丈夫です。メキシコは初めて訪れるのですが家族には行くのを反対されていました。一度言い出したら聞かない性格なのを知っているので押し切りました。安全な行動を約束して出発です。ビジネスなのでファストトラックから入ります。緊張してきました。時間通りに出発です。 ANA のラウンジに潜入成功。何気に ANA のラウンジは初めて入ります。今回はスターアライアンスのビジネスクラスの世界一周航空券での旅になります。前回の動画でもお話ししたのですが自分の生命保険を解約してその資金で旅に出ます。ブック&フライというツールで世界一周の旅程を計画してオンラインで予約をすることができます。初めてで不安でしたので全日空に電話で予約をしようと思い電話をかけました。しかし全然オペレーターにつながらずアナウンスでつながるまで2時間お待ちくださいとのことでせっかちな私は待てず30分で切ってしまいました。本当にせっかちなのでオンラインで予約をすることを決意します。何せ大きな買い物なので入力には細心の注意。心臓はドッキドキでした。ワンクリックで86万円の会計が済みその後はなぜか乗らないのにルフトハンザ航空の方からバンバン旅程表などの確認メールがやってきます。 ANA が担当のエアラインになるのかなと思っていたらどうやらルフトハンザになる様子です。何か変更があるときは電話にてルフトハンザに電話をする様子です。英語でのやり取りとのこと。ハードル高くない？いつも旅レジに登録していくのですがメキシコはハリケーンに注意とか大統領選挙があって放火とかデモとか混乱が一部地域で発生しているので十分に注意してくださいとの注意喚起メールが直前にありました。多分初めてぐらいです。行く前のワクワクではなく緊張で押しつぶされそう。アルコールで気分を和らげよう。お酒の前にとりあえずシャワーを浴びようと思います。こちらの機械でシャワーの受付を済ませます。間違いなくすぐにお呼びがかかりました。7番ブースです。とても清潔です。そしてアメニティが結構揃っています。スリッパ、歯ブラシ、コーム綿棒、タオルは3種類。大中小がありふかふかでした。髪の毛まで洗っちゃった。さっぱりしました。あと1時間ぐらいゆっくりできるのでアルコールでもいただきましょう。あれさっきよりすごい混んでます。ご飯ロボットを発見。福神漬けをちょっと大好きなスーパードライがある。
酔っ払ってしまうと乗り物酔いしてしまうので一杯だけにしておこうと思います。それではいただきます。乾杯。こりゃうめえ。窓際の席を取ったのですが満席でした。すごい混んでるんですね、この時間。本日の1食目、ビールとカレーです。いただきます。甘口のすごい美味しいカレーです。サラダ、サンドイッチ、ミニシュークリームなんかもありました。ビールのつまみにたこ焼き、唐揚げ、おにぎりと芋を持ってきました。たこ焼き美味しい。これから機内食もあるからあんまり食べないようにしないと。締めに杏仁豆腐を食べてそろそろゲートに向かいましょう。53番ゲートから出発です。それでは乗り込みます。今回事前座席指定で窓際を予約。意外と埋まっていてビーコンの一番後ろしか空いていませんでした。でもよかった、窓際の席が取れて。席はなんと羽の真上でした。少し残念です。飛ぶ前にトイレにお邪魔しました。なんと窓付き歯ブラシ、マウスウォッシュ、ボディティッシュがありました。ヘッドホンにスリッパ、アメニティポーチ、枕に布団の掛け布団と敷布団のセットがありました。靴べらとシューズカバーもあり、私はおちびなので足は楽々伸ばせます。あれ、なんか外に可愛いのがいるけれども、あららら可愛い。シャンパンではありません。スパークリングワインで乾杯です。日系の飛行機の安心感。今回もぽーちゃんと一緒に旅をします。メキシコ行きの機材は特別なエンジンを積んでいます。標高2200メートル超えのメキシコ国際空港は富士山の5合目に匹敵します。少し古さは感じますが、特別だと思うと可愛く思えてきます。いよいよ出発します。少しお席の紹介をします。テーブルはモニターの下から引き出すタイプです。テーブルの位置を加減できるのが便利でした。はい、潔癖症。コンセントはモニターの下にあります。こんな感じ。メキシコとの時差が15時間あり、昼夜が逆転なのでメキシコ時間に合わせて機内では食後の後にすぐ寝ようと思います。フルフラットになります。テーブルの縁の電気がつきます。リモコンはなかなかレトロです。読書灯もあります。アメニ
ニティポーチをご紹介いたします。エッティンガーのオレンジ色のポーチです。 ANA カラーのショッピングバッグ。アペダのボディローションとリップ。空のレストランのメニューです。肉食女子は肉を予約しています。お好きな時にメニューがこんなにいっぱいある。しかも一風堂のラーメン。充電をするのにテーブルは出したくないので、コンセントの位置が微妙な時は紙袋に入れてかける。こんな感じです。レストランの時間です。シャンパンをいただきました。アミューズに ANA オリジナルスティックと砂肝とチーズオリーブ。それでは祝杯。これ絶対美味しいでしょう。砂肝大好物だから嬉しい。美味しい。 ANA オリジナルスティック。こちらも香ばしく歯ごたえがあって美味しい。これ売ってるのかな。アペタイザーが届きました。スモークホタテとマンゴーラビゴットって何ですか？それとカポナータとそら豆のムースって何ですか？初めて聞く言葉なので分かりませんが、庶民代表いただいてみます。唯一食べれる貝類がホタテ。いただきます。うまい。空の上でこんな素敵な食事ができるって誰が考えたんですかね。途中パンを挟んでメインがやってきました。なんと神々しい。牛フィレ肉のソテー、プラムソース、ポレンタ添え。ポレンタって何ですかね。ミディアムレアかな。私はステーキはいつもレアで食べます。お肉がうまい。ワインかなんか頼んだと思うんですけど、濃い。これがポレンタですかね。後で調べたらトウモロコシの粉をだし汁で練り上げたイタリアの食べ物だそうです。デザートは別腹ということで3種類いただきました。チーズの盛り合わせにフルーツにムースです。チーズはブルーにフレッシュハード。フルーツはキウイ、スイカ、パイナップル。ムースはイチゴのようです。チーズは大好物なんですけど、お腹は少しアレルギーを起こします。甘いもので幸せ。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。お腹パンパンです。全然眠くはありませんが、メキシコの時間に合わせて睡眠をとる準備をします。まずは敷布団的なものを引いていきます。ベッドの準備が完了しました。完璧。それではおやすみなさい。おはようございます。3時間ぐらい眠りました。おめざのラーメンをいただきましょう。一風堂のラーメンです。寝起きでラーメンを食べる自分も信じられませんが、とってもいい匂いです。いや、美味しすぎます。一風堂のラーメンが飛行機で食べれるとは大変美味しいです。辛いのを投入しましょう。さらに美味しくなりました。なんとですね、ラーメンの後に素敵なサプライズが。
行機の搭乗の時に客室乗務員さんにこれから世界一周することを何気にお話ししたのですが、一周のスタートにとこんな素敵なプレゼントをくださいました。初めてメキシコに行くのと初めて世界一周をすることの不安でいっぱいな気持ちを一気に溶かしてくれました。お二人の方、本当にありがとうございました。感動で一泣きしてから朝食がやってきました。朝食も洋食にしました。ラビオリのレモンクリームソースです。朝からしつこそうですが、レモンの香りが爽やかで美味しくパクパクいけました。自分でも信じられませんが、ラーメン、サプライドアイス、朝食とペロッと3食完食しました。そろそろメキシコに着きそうです。なんか開いた。きれいに整えておりましょう。飛ぶ鳥跡を濁さず、大好きな母の教えです。ありがとうございました。またお会いできる楽しみにしてます。ありがとうございます。ANA の客室乗務員さんは世界一なんじゃないかなと思ったフライトでした。ますます ANA が好きになりました。無事にイミグレーションを抜けてバゲージクレームでのピックアップなんですけれども、掲示板みたいなものはなく、レーンを自分で探さなくてはいけませんでした。今回出発前に急遽心配になり、エアタグを荷物に仕込みました。直行便なのでロストバゲージの心配はありませんが、安心のため直前に購入して仕込みました。メキシコに上陸です。早速楽天モバイルでネット回線につなぎ、本日のお宿に行こうと思います。楽天モバイルは海外で無料で月に2ギガまで使用することができます。機内モードをオフにするだけですぐにつながりました。マジ神。信号のない大通りを渡ります。怖かった。 Google マップで探します。危な。スレスレを車が通っていきます。怖い。口笛吹かれたぜ。明日また飛行機に乗るため空港の近くにホテルを取りました。明日は今回の旅のメインのオアハカへ向かいます。美味しそう。オアハカはメキシコシティから飛行機で約1時間ぐらいのところです。この旅で一番楽しみにしている街です。というか完全に迷子になりました。 Google マップのピンはもうこの辺なんだけどな。全然わからなくてうろうろします。いや、アロメヒコ。食堂にいたダンディにホテルを聞いてみます。どうやら案内してくれるそうです。先ほどずっとうろうろしていた付近です。これか。ピンコン。アロメヒコ。グラシアス。てか看板ないからわかるはずないよね。
約1分ぐらい待ちまして、扉が開かれました。オラオラグラシアス。お、Thank you。よかった。グラシアス。オラ、あ、かわいい。ジャポネ、ハポネ。いや。よかった。あのダンディがいなかったらたどり着けなかったです。本当にグラシアス。あの門構えからは想像つかないほど奥行きがあります。しかもカラフルですごいかわいい。かわいい。チェックインが完了したのでお部屋に案内してくださいます。こちらのアロメヒコホテルは空港から迷わなければ歩いて10分ぐらいの距離にあります。Yeah. Thank you. ありがとう。これが鍵。あ、the room? La room and this. Yeah. Thank you. Bathroom? Bathroom? Yeah. Okay. Thank you. Bathroom. トイレ&シャワールームという感じです。こちらのホテルトリプルルームが1泊3638円でした。あれ？トリプルルームってこんな感じだったっけ？やばい、蚊がいる。蚊に刺されるとデング熱になったら嫌だからね。あれ、これ捕まえた。アゴダで予約を確認します。あ、ちょっと待って。窓付きでベッド3台になってる。どういうこと？ということで通された部屋が先ほどの隣の部屋のブルーのお部屋。さっきより広いからマシかな。扇風機と鏡があるしね。こちらでいいか。せっかくなのでちょっと探検してみます。色合いがポップですごいかわいい。ちなみに宿の方曰く昨日の大雨で窓が割れてしまい、私の予約の部屋が使えなくなったとのこと。本当かな？ちなみにですね、バスルームがすごい怖くて、鍵がこれ。そしてアコーディオンカーテンのドアです。バスルームは2つあったんですけれども、1個壊れていたので実質1個しか使えませんでした。そして最大の問題は部屋の鍵がかからないことでした。もう何回も交渉するのが疲れてしまったので、とりあえず近所のパトロールに出かけます。空港の近くは治安が悪いとの情報でしたので、明るいうちにご飯を食べて移動の疲れもあるので早く休みたいと思います。メキシコペソをキャッシングしに空港に行きます。空港内は安全との情報です。BBVA というところでキャッシングをしようと思います。3000ペソをキャッシングしました。日本円でおよそ26,600円ぐらいです。ドキドキした。セブンイレブンがありました。ちょっと安心します。空港でおトイレをお借りしたんですけれども、隙間がありすぎて驚いたのですが、おおらかだなぁと感心しました。っていうか見えるかな？水の蛇口も変わっていて変な棒をグリグリしながら洗います。とっても難しいです。
テルの近くに戻ってきました。大好きなフルーツの屋台を見つけたので初めて買い物をしてみます。大好きなパパイヤとマンゴーをお願いしました。くれました。結構な大盛りです。まだまだ持っていきます。ぼったくられたらどうしよ山盛り。お会計はこんなにいっぱい山盛りで50ペソ。だいたい日本円で400円ぐらいでした。激安です。そして今まで会ったメキシコの方、みんな優しい。わー、かわいい。たった数時間しかいませんが、メキシコが大好きになりました。Google 評価 4.6 のお店にやってきました。目の前で調理が見れるカウンター席に座りましょう。ドキドキ。メニューの写真を撮って指差しで注文しました。左下の緑の文字のものです。お肉おいしそう。これが来たらいいな。待てど暮らせと全然来ません。さては忘れられたか。と思っていたら来ました。謎の食べ物です。なんか違うものが来た気がするけど、いただきます。皮みたいなのがすごい硬くてなかなか切れない。パリパリのお好み焼きの中にチーズが入ってる感じかな。美味しいけどちょっと油っぽいかな。謎の食べ物は40ペソでした。お店の人すごい優しかったな。お隣の女性がフルーツパフェみたいなのを受け取っていました。すごい美味しそうでした。今まで会った人みんな陽気で笑顔が可愛い。この国に恋に落ちてしまいそう。明日も早いし早く帰ろう。コンビニみたいなお店でお水を購入して、メキシコのお店の看板が一つ一つかわいい。そしてやっとホテルに帰ってきました。先ほど購入した山盛りフルーツをいただきます。入れ物から溢れています。美味しいのですがちょっと甘さが足りませんでした。ちょっと若いのかな。タイの方が甘くて美味しく感じました。この後シャワーを浴びたのですが、まさかの水シャワーでした。でももう私も慣れたものです。別に普通に浴びました。むしろ気持ちがいいです。ということで1日目は終了です。おやすみなさい。皆さんこんにちは。メキシコ2日目の朝です。ただいまの時間は朝の7時。ホテルをチェックアウトしてメキシコ国際空港に向かいます。ちなみに全然眠れませんでした。時差ボケとドアの鍵が閉まらない不安とで寝不足です。ホテルは空港にほんと近かった。迷わなければ 5,6 分で着きます。部屋の鍵と水シャワーはいただけないけれども、宿の人みんな優しかった。
これから国内線でお墓に向かいます。この旅の一番の楽しみです。荷物を無事に預けて中に入るんですけれども、メキシコ空港分かりづらい。出発ゲートが決まるまでホール B で待ちます。8番ゲートに決まったので、近くにあるラウンジに潜入します。寝不足で頭が痛いのでアルコールはやめておきます。寝不足のもう一つの原因は今回乗る飛行機にあります。ビバアエロバスという飛行機に乗るんですけれども、悪い噂しか出てこないメキシコの LCC の会社です。ディレイは当たり前、早めにドアクローズして平気で乗客を置いていくとの悪い口コミばかり。不安で眠れませんでした。とりあえず朝食をいただきましょう。ペラペラのメロン、ペラペラのパパイヤ、スクランブルエッグ、おいしい。こちらの真っ黒いのは豆のペーストのようでした。美味しかったです。置いていかれないように1時間前にゲートの前で待機します。なんかざわついています。スペイン語のアナウンス全然わからない。どうやら遅延らしいです。チケット会社からもお知らせが届きました。ゲートが変わり、そちらでまた2時間待機しました。みんな行く。とてもみんな慌てています。英語が話せる人に聞いたら、フライトキャンセルになったとのこと。チェックインカウンターに戻っていろいろ手続きをするみたいです。最も恐れていたことが現実になりました。どうしよう、周りを見渡しても日本人はいません。東洋人も誰一人としていません。リーダーみたいな人がいてついていきます。外に出てきました。周りの方たちとなんとなくグループになり、リーダーがいてまとまってエアラインのカウンターに向かいます。明日と同じ便に振り替えをすることになるとリーダーが言っていました。私の順番が来たのですが、運悪く英語の話せないスタッフに当たります。私もスペイン語がわからないので、このやりとりは地獄でした。隣のカウンターから助け舟が来ます。The flight was cancelled, so we move you to the next flight tomorrow. Tomorrow? Okay? Yes. No. We have also reimbursed for 100%, but you need to pull. Today? 今日の飛行機に乗りたいことを伝えましたが、100% の乗客率なので自力で電話して乗ってねとのことです。Change service today flight? 私が電話するんだ。With a hotel. To book a hotel near the airport, so you can. 私が判別を書いていたら、隣のブースからリーダーが来てくれて通訳をしてくださいました。早く決めなくてはいけない状況なので、とりあえず明日の同じ便の飛行機に振り替えをすることにしました。Do you want me to speak to the? いきなりの洗礼にパニックで、この時点で私は大号泣。 Don't worry. Don't. Sorry? Is she gonna take a bus with me to Oaxaca? We don't know if it's locked. It's not. It's not. It's just the airport. So Just because they took the gas stations last week, Don't they go right. have a negotiation with You are safe AMLO, with us, okay? And the negotiations are done. Once they're done, they will leave. It's better. I think so. Okay. Are they gonna take a Then bus? the bus. From there, Uh-huh. you can Gonna take a We bus. can buy the bus. because Okay, and what's the
乗客約200名の予定が狂ってしまいました。バスで大墓に行くか、明日に変更するか、キャンセルするかという話し合いがリーダー中心となってみんなを導いてくれました。私もバスで行きたかったのですが、自動的にメキシコに戻る時もバスになってしまうので、バスは諦めます。ちなみにバスは片道7時間ぐらいです。明日の便にするにしろ、キャンセルするにしろ、スーツケースを預けているので返してもらいに行きます。リーダーがその場所まで一緒に行ってくださいました。オアハカへのホテルの連絡、今夜のホテルの手配などリーダーが手伝ってくださるとのことで励ましてくれます。Don't worry. De nada, don't worry. First, your luggage. Yeah, First. So you are from Japan? yeah, Japanese. Okay, Yeah, japonesa. Japanese. I really want to go to Japan. Yeah. Hopefully soon. Yeah, I hope that soon. Yeah. 空港の端から端まで歩いてポイントに到着しました。同じ便の人たちが私と同じようにスーツケースが出てくるのを待っています。リーダーは他のチームからも信頼を集め、みんなの相談に乗っています。この時点で私は悪い予感しかしないので、オアハカ行きは諦める覚悟を決めます。チケット代もホテル代も無駄になってしまいますが、しゃあない。潔癖症なので普段は地べたに座ったりすることはしないのですが、緊急事態なので座ってみます。待てど暮らせど出てきません。あまりにも荷物が出てこないのでリーダーは確認に行ってくれました。しばらくしてパープルのアメリカ人女性が教えてくれました。Gracias. スーツケース無事に受け取れました。 Gracias. Enjoy. 実は荷物の控えを明日の便振り替えの時に渡してしまい、タグがないと識別できないから荷物は渡せないとのそういった問題がありました。ですがリーダーが掛け合ってくれて無事2時間後荷物を受け取れました。 Think. Mexico City State. I 決めた。Yeah, Mexico City only. Yeah, no, only. yeah. Oaxaca, no, Oaxaca cancel. Yeah. So you're going to get your refund, your money back? Refund, no, できるのかな？いや。You can get your money back. できるのこれ？ This, Yeah. You need to go there. Upstairs? Yeah. To get your money back of the flight. At the same place. The same place. Yeah. でもできないやつだと思う。Oh, Gracias. No, De de nada. nada. No. Oaxaca next time. Yeah. There's always a second chance time. Okay, so necesito. No. Necesito. Viva Aerobús. No, リ Viva ーダー Aerobús が F2. エアラインに返金するようにとスペイン語で書いてくださいます。 Take care. お二人は旅の神様。 Gracias. De nada. なんて優しいのでしょう、メキシコの方たち。こんな素敵な方たちのいるメキシコの未来は明るいなと思いました。これからすることはエアラインのカウンターに行って返金の交渉と3日間のホテルの予約、市内までに行く方法を調べなくてはいけません。泣いてばかりいては進みません。結果エアラインのカウンターに行ったのですが、自分でデスクに電話して交渉してのとのことで突っぱねられました。もうどうでもいい。た
タクシーチケットブースでゾーン4の料金315ペソを払ってピンクのシャツの方についていきます。Yeah. Buenas tardes, permítame. ¿Hacia dónde se dirige, perdón? Ah, ホテルイザベラ。イザベラ？ Hotel Isabel. ホテルイサベラ？ホテルイサベル、いや。大丈夫か、私メンタルやられてる。大丈夫か、私メンタル相当きてる。気分を切り替えようとして逆に怖い変なテンションになっています。グラシアス。最大の楽しみだったお墓を諦めることがかなりのダメージを与えています。行こうと思えば行けるけどリスクが高すぎる。車の中では放心状態。やー、あら、ありがとう。ありがとう。ダウンタウンにあるホテルイサベルに到着。急遽取ったホテルですが意外と良さそうです。こちらのホテルをとりあえず3泊取りました。3泊で2765円。1泊だいたい7000円です。オレンジ色の壁がかわいい。お部屋は3階の角部屋です。部屋すごいかわいい。少しレトロな雰囲気のお部屋です。荷物台があって扇風機があります。冷房はありません。テレビとお宝入れ、そしてデスクがあります。デスクの上にはトイレットペーパー2つとお水が2本、シャンプーと石鹸が2つずつ置いてあります。窓から見える景色がとっても素敵です。大きいベッドが真ん中にあります。小さいテーブルと電話があります。洗面所を見てみましょう。真っ白。綺麗です。バスタオルは2本ありました。シンクも真っ白で綺麗。シャワーヘッドは固定式です。綺麗ですね。すごい気に入りました。ただいまの時間は5時です。朝食べたっきりでしたのでお腹が空きました。素敵なホテルにチェックインしたことで安心して急に食欲が出てきました。ホテルから 1,2 分のところにあるタコス屋さんにやってきました。 Google 評価 4.4 の高評価店です。タコス。いや。お店の人がすごい優しくて中の具どれがいいか紹介してくださいます。パストールとスワデロをお願いしました。パストールは豚、スワデロは牛です。ビールがなかったのでコーラをお願いしました。やってきました。メキシコの初タコス。まずはコーラで乾杯。メキシコのコーラうまい。熱い熱い。それではいただきます。ボロ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 。これが本場のタコスか。肉は臭みがなくカリカリに焼いてあり、生の玉ねぎがアクセントになっている。うまい。私の食べ方が下手なのかボロ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 落ちちゃいます。本場のタコス恐るべし。本当に美味しかった。まだ
外が明るいのでホテルの近所をパトロールしようと思います。この辺に有名なチュロス屋さんがあるので行ってみます。エルモロです。めちゃくちゃ混んでますが潜入してみましょう。列が2つあり、右が持ち帰り用、左が店内用のようでした。お店の方の制服がとっても可愛いです。壁紙やステンドグラスもレトロで可愛い。注文したのがチュロスとホットチョコレートのセットです。2つで118ペソ、日本円で約1000円ぐらいです。こんな長いの4本も来ちゃって、結構砂糖がガリガリについていてちょっとびっくり。美味しいけど普通かな。そしてホットチョコレート、なんで甘いの2つ頼んじゃったかな。かなりヘビーです。コーヒーが飲みたい。ホットチョコレートは甘さが控えめでした。お席で会計をします。残りのチュロスは袋に入れてくれます。優しい。ちょっと大回りをしてホテルまで帰ろうと思います。ショップがいっぱいあり、とっても楽しいです。セブンイレブンによってビールを仕入れます。ホテルに帰ってきました。ホテルの周りは人通りが多く、怖さは感じませんでした。細い道には入らないように気をつけて行動しました。鍵は出かけるときに預ける方式です。今日の反省会をします。メキシコのコロナビールをいただきます。小さく乾杯。今日は長い一日でした。お墓は行けなくなりましたが、また次の機会に行けばいい。幼稚園児に叱られそうですが、幼稚園児並みの英語力に反省してます。こんな喋れないとは本当に情けない。そしてメキシコの方々がすごい親切で助けてくださり、本当に感謝します。トラブルはありましたが、メキシコが大好きになりました。明日からは気分を切り替えてメキシコシティを楽しみたいと思います。おやすみなさい。皆さんこんにちは。メキシコ3日目の朝です。よく眠れたかというと全然寝れなくて、時差ボケなのでしょうか。1時間ごとに目が覚めました。エアコンがなくめちゃくちゃ暑かったせいもあります。昨日は大変な一日だったので気持ちを切り替えてレッツゴー。ホテル周辺の朝8時の風景です。歩いているだけで素敵な建築に出会えます。歩いて近くにあるサンファン市場にやってきました。本日の予定は市場巡りをします。そして旅の目標、1日1タコスを頑張ります。食料品が中心の市場です。この市場、台湾とかで行っている市場とは全然違くて、なんかもう生々しい。身ぐるみ剥がされた子豚ちゃんが山盛り置いてあったりして、ちょっとギョッとします。ちょっと胸焼けがしますので逃げます。美味しい朝食を探しに来たのですが、あれ、ありま
ちた美味しい朝食。タランチュラとサソリにしようかな。はい、すいません、冗談です。大食いの何でも食べる女に見えますが、私虫だけはちょっと食べれません。あれ、なんか可愛いものがある。あれ、日本の白い猫じゃないかい。パーティーとかでバンバンぶったたいてキャンディーとかお菓子が中から出てくるやつですよね。かわいい、欲しい。これ買いました。それではお次に向かいます。メキシコにもチャイナタウンがあるとのことでやってきました。まだ時間が早すぎてお店は開いていません。フルーツの屋台を発見しました。ミックスフルーツ40ペソです。約350円ぐらいです。安い。リンゴ、パパイヤ、マンゴー、スイカ、メロンのミックスです。フルーツは全部甘くて美味しかったんですけど、いかんせんぬるくて冷えてたらもっと美味しいんだけどなと思いました。食べ歩きをしていたら美味しそうなお店を発見。混んでいたのですが、ちょうど入れ違いで座れました。よくわからないので全部 C と言ってうなずいて作ってもらいます。皮の色が緑色をしています。どれどれ、中をちょっと開けてみます。すごい美味しそう。それではいただきます。これね、すっごく美味しかったです。例えるとピザの具を少しスパイシーにしたトマト味が強めのジューシーな味です。これはタコスなのかな。うまい。お店の方もみんな親切でフレンドリーで、お客さんもみんな笑顔の素敵なフレンドリーばかり。もう一つ食べたかったのですが我慢します。大満足の朝食でした。そして近くにありますベジャス・アルテス宮殿にやってきました。とても豪華な建物です。中には入りません。次に行きます。道を歩いているだけでところどころに素敵な建物があります。シウダデラ市場にやってきました。迷子にならないように地図でチェック。よっしゃ、買い物するぞーと意気込んできましたが、まだ時間が早かったようで開いてない店が結構ありました。そうそう、今回これが欲しかったんですよ。なんともゆるかわいいぬいぐるみアニマリーと先住民の職人さんたちの手作りのぬいぐるみです。よせばいいのに一番手前の店で買ってしまい、後ですんごいかわいい店がいっぱい出てきました。お値段は店によってまちまちで、日本で買うよりは安く買えます。悪いお店だと2倍ぐらいの値段をふっかけてきます。お手洗いは有料です。いくらだったか忘れました。ごめんなさい。とっても綺麗で安心です。オラグラシアス。ルちゃんのマスク、猫。次から次に可愛い店が出てきます。そこまで広い市場ではないので、一通り回ってから戻って買うのがいいと思います。やっぱり欲しくて戻って買ってしまいました。これは買わなくて後悔の一品。こちらのシウダデラ市場は伝統的な工芸品や民芸品を扱う店が
たくさん集まっています。こちらの市場に来ればほとんどの土産物が揃うと思います。値段がついていないので少し不安ですが、ほとんどのお店の方は親切で英語で対応してくださいます。中にはお安くしてくれるお店もありました。雑貨が好きな女性にはたまらない市場だと思います。日陰はありますが冷房がないので熱中症になる前に次に行きたいと思います。今日のチャレンジは地下鉄に乗ってホテルの最寄り駅まで行こうと思います。あらかじめメルカリで地下鉄のカードを購入してありましたので、窓口でチャージをして乗り込みます。なんとチャレンジ失敗です。電車乗れませんでした。地下鉄がわからなすぎていろいろな人に聞いたのですが、誰に聞いても答えが違くて諦めて歩いてホテルまで帰ります。途中サンファン市場というところに潜入しました。大きいフルーツパフェを食べてるおじさんがいて、吸い込まれて座ってしまい同じものを注文してしまいました。スーパージャンボサイズです。それではいただきます。バナナを食べようと思ったんですけど、上に乗っかりすぎてて取れませんでした。それでは謎のフルーツいってみます。生まれて初めて食べる味です。甘くてねっとりしています。これなんだろう。美味しくはないです。全体的にフルーツはぬるくて、下のフルーツポンチは甘さは控えめです。フルーツポンチは85ペソ、日本円で約750円です。ごちそうさまでした。買い物で荷物がいっぱいなので一旦ホテルに戻ります。ホテルの帰り道、タコス屋さんを発見。パストールを一つ持ち帰りでお願いしました。15ペソ、約130円です。ホテルに戻ってきました。それではタコスをいただきます。トルティーヤが2枚重ねなのはなんでですかね。2枚だと食べ応えがあります。安くて美味しくて大満足です。日が暮れる前に行動しましょう。早速出かけます。こちらの大通りの信号を渡ると、パラソルの下にすごい長い距離の市場が続いています。基本メキシコ赤信号でも車は突っ込んできます。注意が必要です。そしていくら調べても名前が出てこない市場に潜入します。こちらの市場は地元の方が多く訪れている市場のようです。観光客は見当たりませんでした。何でもござれの市場です。値段も書いてある店が多く良心的だなと思いました。私は先ほど言った民芸品のシウダデラ市場よりローカルなこの市場の方が面白くて好きです。ビバメヒコ。めちゃくちゃ好みのテーブルクロスが売っています。店の人は小学生ぐらいの年齢でした。2枚購入します。目があった。本日のメインイベント、謎の魔女市場に潜入します。とんでもなく怪しい禁断の呪物市場です。Limón, guayaba, tamarindo, maracuyá, piña。中心地にある市場とちょっと雰囲気が違います。アジア人が珍しいのか、じろじろ見られました。こ
ちらのソノラ市場はこのような大量の商品があり、ホールセールの市場のようです。日本の白い猫なんかもいます。このような大量のぬいぐるみの袋詰めがいっぱいです。それでは市場の中に潜入しましょう。入り口の手前の方はカラフルな生活雑貨のホールセールのお店がいっぱい並んでいます。カラフルなパーティー用のハリボテがいっぱい。お祝いやパーティーの時などに用いられることが多いピニャータ。中にはキャンディーなどのお菓子が入っていて、棒で叩いて壊すくす玉のような感じです。これは呪物じゃないのか。パーティー用のマスク屋さんかな。あれ、ここは何だろう。ここ怪しい雰囲気。チャッキーもいる。奥に行くにつれだんだん怪しい雰囲気になっていきます。だいぶ奥の方にやってきました。途中欲しいお皿があったのですが、10個単位でしか買うことができず、泣く泣く諦めます。やってきました。禁断の呪物市場です。謎の葉っぱがいっぱい売っています。白雪姫の魔女みたいに鍋でぐつぐつ煮るのでしょうか。メキシコには密教があるそうで、マントをかぶった骸骨の聖人です。手には大きな鎌を持っています。ちょっとお店の方の視線が怖いのでちゃんと映ってはいませんが、惚れ薬や金持ちになるなどのいろいろな欲望が叶う美薬が売っていました。建物の外に出てきました。本物の呪物は詳しくはないのですいません。わかりませんが、これは呪いの人形なんですかね。外のコーナーはいっぱい人形が売っています。母にですね、呪物市場に行ってきたよと人形の写真を LINE で送ったら、かわいい、欲しいとのんきなことを言ってました。母、さすがです。一体何に使うのでしょうか。なんか治安が悪そうなので暗くなる前に帰ります。帰り道にちょうど駅があったので電車で帰ります。メキシコの改札難しい。駅員さんなのか警官なのか分かりませんが、ホテルの方向のホームを確認して乗り込みます。たまたま女性専用車両に乗ったようです。地下鉄チャレンジ完了。ホテルのある最寄り駅イザベラカトリカ駅に到着。この時は分からなかったのですが、この先の駅は理由は分かりませんが普通になっていました。緊張したけど楽しかった。セブンイレブンでビールを買って帰ります。今日の反省会はマンゴービールで。メンタル回復に乾杯。美味しい。マンゴーの香りと唐辛子の辛さとなんかちょっとしょっぱい。うま。そして反省なんですけど、一番最後に行ったソノラ市場、気楽に行っちゃいけない市場だったみたいで、過去こ
強盗とか銃撃とかのいろいろあった市場で、とても治安が悪かったところだったみたいです。反省。本日の夕飯は軽めにカップラーメン、気圧で蓋がパンパンになっています。本兵衛です。塩田寺市場の買い物なんですけれども、そんなに広くはないので、一通り回ってから買えばよかったなと思いました。後から可愛いのが出てきてしまい後悔しました。そしてオアハカ行きの飛行機代が戻ってきそうです。トリップドットコムが頑張って交渉してくれました。大変感謝です。今日も楽しかった。4日目に続きます。皆さんこんにちは。メキシコ3日目の朝です。今から電車に乗って市場に向かおうと思います。ホテルの最寄り駅のイサベルカトリカ駅に来たのですが、入り口がない。ここが入り口かなと思って潜入します。メトロ？こっち？あっちだそうです。やっぱりさっきのところなのかなと思って戻ってきました。どうなんだろう。入れない。こっち。あ、またあっちだと指差しで追い払われます。道の反対側の駅に行ってみます。駅の建物の中に入ってみます。入れない。やっぱりまた違うみたいです。全然わかりませんが、察するに電車が動いてなくてバスで振り替え輸送をしている感じでしょうか。多分こちらの列が振り替え輸送の列なんだと思います。わからないので歩いていくことにします。昨日来たサンファン市場に来ました。こちらで朝食をいただきたいと思います。トルティーヤロールです。牛肉にしました。それではいただきます。潔癖症ですのでフォークとナイフは拭きましょう。トルティーヤはカリカリで硬く、なかなか切れません。トルティーヤの中に淡白な牛肉が入っています。ちょっと思っていた感じと違いました。ごちそうさまでした。トルティーヤロールは55ペソ、日本円で約500円です。お釣りと一緒に美味しいキャンディーをくれました。遠いですが歩いて市場まで行こうと思います。途中路上のお店がとても楽しいです。こちらはフルーツの形をしたプラスチックのポーチです。バナナとスイカを買いました。日本のヤクルトを発見。お腹の調子が良くないのでいただきたいと思います。当たり前ですが日本と同じ味でした。目的の市場アルテサニアス市場に到着しました。寄り道しながら歩いて1時間半で到着です。お土産物屋さんがいっぱいあるとのことでしたが、食べ物屋さんばっかりのようです。土産物はなさそうですが、生活雑貨の店が見えてきました。結局欲しいものはありませんでした。休憩をします。パパイヤミルク30ペソをいただきました。それではいただきます。連日の寝不足と灼熱の中の徒歩移動、慣れない食事などなどいろいろ重なって疲労が出てきました。熱中症気味なので一旦ホテルに帰ります。ホテルで1時間ぐらい昼寝をしてしっかり休憩を取りました。ホ
ホテルの近くを散策しようと思います。ホテルの周りは歩いているだけで歴史がありそうな建築物に出会えます。そして有名なフランシスコ・マデル通りを通って今からメキシコシティの中心部にあるソカロ広場に向かいます。こちらがソカロ広場です。アステカ時代から集会場として使われているそうです。中央には巨大なメキシコの国旗が掲げられています。独立記念日の前夜には宮殿のバルコニーから大統領がビバメヒコと叫ぶそうです。広場の向こうの方にテントが見えます。何でしょう。そしてソカロ広場の周りには民芸品のお店が多数出ています。そういえば私がメキシコに来る前日に大統領選挙があり、女性の大統領に決まりました。メキシコ合衆国200年の歴史の中で初めての女性の大統領だそうです。外務省からのメールで選挙によって混乱が予想されるとのことで十分に注意してくださいとのことでしたが、そこまで混乱は感じませんでした。少し心配をしていたので安心しました。広場を抜けた建物の軒下にもテントがぎっしり並んでいます。露天商の方たちの仮住まいなのでしょうか。広場の周りには食べ物屋さんもいっぱい出ています。こちらが食べたかったのですが全然相手にされず諦めます。そしてお手洗いを発見してこの緑色の公衆トイレなんですけれどもお借りしました。過去5番目ぐらいの怖さでした。ちなみに過去一番怖かったトイレはインドの病院のトイレでした。ソカロ広場の周りをぐるっとお店が続いています。向こうまで行ってみましょう。そういえばメキシコに来て日本人に全然会いませんでした。アジア人はちらほら見ました。街中は警察官はとても多いと感じました。安心感があります。あれ、なんか儀式を発見。調べたところによると古代アステカのお祓いのようです。こちらにはアステカを思わせる衣装をつけた祈祷師が大勢いらっしゃいました。それではこちらの立派な建物の中に潜入したいと思います。メトロポリタン大聖堂です。こちらはアメリカ大陸の中で最大のキリスト教建造物だそうです。とても素敵です。10ペソコインを記念コインにする機械が教会内にあります。こういう時に限って10ペソコインの持ち合わせがなく、じーっと機械を見ていたらおじさんが近づいてきました。なんとこのおじさんが10ペソを自分のポケットから出してくれて、しかも代わりに機械で作ってくださるみたいです。グラシアス。すごい。旅の神様。この優しさがすごく嬉しくて、私泣いてしまいました。私にコインを渡してどこかへすぐ行ってしまいました。探して追いかけて翻訳機で感謝を伝えます。すごい笑顔を返してくれました。なんて幸せな一日なのでしょう。大聖堂の外に出てきました。先ほどの場所以外でもまた大勢の祈祷師がアステカ式の衣装に身を包みお祓いをしています。いや、し、し、し、
とっても美味しそうなものを発見。よくわからないけど全部 C で乗り切る私。ちょうど雨が降ってきたので屋根があるところに避難します。それではいただきます。大粒のトウモロコシに粉チーズとマヨネーズ、辛い唐辛子パウダーがかかっています。ビールに合いそうなかなりジャンキーな味付けです。美味しいのですが少しトウモロコシが水っぽいかなと感じました。伝統菓子みたいなものを発見。お一ついただいてみます。ちなみにお店の方の洋服がとっても可愛いです。毒々しいオレンジ色のものを買いました。それではいただいてみましょう。いや、これすっごい美味しいです。ココナッツケーキでした。激甘なんですけれどもすっごい美味しいです。そういえばメキシコは6月は雨季なのを忘れていました。激しい雨が降り出したので雨宿りでカルチャー博物館に入ります。無料でした。全くわからないのでとっとと出てきました。暗くなる前にご飯を食べましょう。目的の店この辺だと思うんだけどな。あ、ここかな。カラオケ？絶対違うな。カラオケ店の隣の店です。多分ここだと思うんだけどな。リコ？思い切って潜入してみます。思っていたより小さいお店でした。お店のお客さんがこの店美味しいよと教えてくれます。今回はトリッパとこちらのスワデロを注文しました。ちなみにトリッパは内臓のお肉です。ビールがなさそうなのでぶどうのジュースで乾杯。激甘の砂糖水。それではトリッパからいただきます。初めて食べるのですが生臭かったら嫌だな。これね、激うまでした。カリカリに焼いてあり全然生臭くなく歯ごたえもよく美味しい。ライムとサルサソースをかけてさらに美味しさ爆発。お次はスワデロをいただきます。このお店今まで行った店の中のナンバーワンに決定。リコ、美味しかった。大満足でした。激甘ジュースとタコス2つで56ペソ、約日本円で500円でした。安いなあ。また皆さんに叱られちゃう。お金を歩きながらしまう行為。反省。帰りの途中で可愛いお店を発見。もちろん購入します。もう少し食べれそうなので帰りにもう一軒タコスを持ち帰りでお願いします。また同じくトリッパとスワデルにしました。途中セブンイレブンでビールを買ってホテルに帰ります。今日の反省会いただきます。本日のお酒はパイナップル風味のビールです。ココナッツとパインと唐辛子のビールですんごく美味しい。スワデロとトリッパです。内臓とか普段は食べないんですけどカリカリに焼いてあってライムで爽やかさが加わるのでほんと美味しい。これがまたタコスがビールとよく合う。
ビールはトロピカルなんですが、ピリッとした辛みがあるので、タコスと絶妙なハーモニーを作ります。デザートにピンクのクリーム。スプーンがクリームに張り付いていて取れません。あ、取れた。どれどれ、どんな食べ物でしょう。いただきます。激甘の生クリームですね。体に悪そうだけど色が可愛いので良き。味は意外と美味しかったです。反省してないけど反省会終わります。今日も一日楽しかった。5日目に続きます。おやすみなさい。皆さんこんにちは。メキシコ5日目の朝です。朝から胃腸が痛い、お腹も痛い、そして部屋が暑すぎてやっぱりあんまり眠れませんでした。朝起きた時パジャマ全部脱いでました。今日はここのホテルをチェックアウトして初日に泊まった空港が近いアロメヒコホテルに泊まるはずでした。だけどアロメヒコホテル、私の予約した部屋は窓が割れてるし鍵はかからないし、無料でキャンセルできるか交渉しました。なんと無料でキャンセル成功して、こちらのホテルをもう1泊追加で泊まります。トイレとお友達も落ち着いたところで地下鉄に乗って出かけようと思います。地下鉄はソリが多いとのことなので、荷物を前にしてファスナーは閉めて気を引き締めて乗ります。乗り換えの駅ですね。降りようと思います。メキシコの地下鉄が難しすぎてみんなの後をついていきます。乗り換えわからなすぎ。噛んで進んで確認で人に聞いて、これではないみたいです。多分この電車っぽいので乗り込みます。間違ったら戻ればいい話なのでね。女性専用車両に乗りました。安心感があります。合っていたようです。目的の駅に着きました。改札を出るときは身一つで出れます。切符もカードタッチもいりません。ドキドキした。 Google マップを見て目的地へ向かいます。無事に着きました。空中の図書館と呼ばれている巨大な一律図書館。近未来の世界のようなバスコンセロス図書館です。映画の世界に迷い込んだようです。図書スペースに行こうと思ったら、どうやら下の階で大きい荷物、リュックなどは預けなくてはいけないそうです。図書館には本が約60万冊あるそうです。各フロアごとにテーマが分かれているとのことです。こちらでリュックを預けました。早速図書コーナーを探検したいと思います。どうせだったら一番上まで上がろうかな。うわ、結構怖いかも。目がくらむ。奈落。日本語の本なんかもあります。静かだし、鳥のさえずりは聞こえるし、勉強するにはとても良さそうな環境です。預けた荷物を受け取って帰ろうと思います。
1時間ぐらいゆっくり見学しました。そして今度は来た道を戻る形で電車に乗るんですけれども、大丈夫かな、乗れるかな。メキシコの交通カードをチャージします。頑張れ自分。急遽行きたいと思っていた市場へ途中下車をして向かおうと思います。何回か電車を乗り継ぎます。相変わらずメキシコの地下鉄難しい。なんとかスリや強盗に遭わずに無事に市場の駅に着きました。ただ駅からかなり遠いので40分ぐらい歩かないといけません。途中ちょっと治安が悪いところがあったりします。ちょっと怖い雰囲気なので引き返します。路上にお店がいっぱい出ていて楽しい反面、路上生活者も多い地区のような感じでした。25? 35. メキシコ？ちょっと待って。35. いや。そういえば今日は朝から胃腸の調子がおかしくて何も食べてないことを思い出しました。珍しくキンキンに冷たくて美味しかった。食べると元気が出てきます。メキシコのフルーツは甘くて美味しいです。やっと到着しました。アルテサニアス市場です。早速潜入しましょう。あ、なんかかわいい予感。こちらのアルテサニアス市場はアクセサリー、手作りギフト、工芸品や民芸品を扱う小さな市場です。小さいお店がたくさん並んでいます。今日は金曜日で12時過ぎなんですけれども、閉まってるお店もちらほらありました。私の野生の勘でこの雰囲気は絶対私の好みの市場の予感がします。値段がついてないお店がほとんどでした。お店の方が親切に英語で対応してくださいます。2日目に行ったシウダデラ市場よりも規模は小さい市場ですが、売っているもののセンスはこちらの方がずば抜けて可愛いと思いました。そろそろ会社のお土産を買わなくちゃいけないわ。押し売りはされませんが、とても商売熱心なお店が多かったです。これ買いました。市場はカードも使いました。安心です。お腹を壊しているといえども、さすがにお腹が空きました。何か食べなくては。笑顔の可愛いスタッフのいるお店に入ります。入って正解でした。英語がベラベラの優しいお姉さんがいて、しかもメニューにお腹に優しそうなものもありました。この赤いジュースは飲み放題で、クランベリージュースなのかな。甘くて冷たくてすごく美味しかった。そしてこちらがですね、ポテトのスープの中にお米が入っています。スープのおかゆみたいな感じです。野菜もたっぷり入っていてとっても美味しかったです。100均のバッグハンガー便利。本当はもっと食べたかったのですが、食べたらそのままトイレ状態でしたので泣く泣く諦めます。お手洗いに行ってから帰りましょう。また行きに通った道を逆に戻って帰ります。路上にお店がいっぱいなので冷やかしながら帰ります。この広場まで来て迷子になりました。どこから来たのか全くわからなくなり、うろうろ右往左往行ったり来たりします。メキシコ人のいたずら悪すぎ。
ここだ、ここだ。ここの怖いところだ。思い出した。あー、めちゃくちゃ怖い。この道早く行こう。メキシコシティは意外と緑も多く、この素敵な通りにはおしゃれな高そうなカフェなんかもありました。ホテルまでの帰り道、すごい混んでいるタコス屋さんを発見して、気づいたら注文して食べていました。スワデロを一つお願いしました。こちらのお店は自由に自分で好きなだけトッピングができるお店で、私はチーズにポテトにサボテン、玉ねぎなどもりもり盛りました。この店すごいナンバーワンだわ。すごい美味しいし、トッピングは種類が多くて楽しいし、お店の方もすっごいフレンドリー。勝手にタコス選手権、ここが優勝です。しかもね、30ペソで260円ぐらいでした。お腹がいっぱいになります。立って食べるのもすごい楽しかった。美味しくてお腹も満たされて元気が出たので、歩いて帰りましょう。帰りの途中、サンファン市場で水分補給をします。薄いスイカジュースです。それではいただきます。スーパービッグサイズの激薄ジュース。メキシコ人はこの薄いのが好きなんだろうか。これはね、残します。100% が好きなもんで。本当にホテルに帰りましょう。すごい勝手なイメージなんですけど、これすごいメキシコっぽい。ホテルに帰ってきました。昼寝の誘惑に負けそうになりましたが、頑張って出かけます。ソカロ広場にやってきました。今日はあることをチャレンジします。謎の儀式に挑戦します。順番が回ってきました。古代アステカ発祥のお祓い、リンピアにチャレンジ。まずは聖水に体を清めます。祈祷師が呪文を唱えながら、もうもうとお香が焚かれる中を頭から下に向かってハーブでバシンバシンと私の中の悪いものを払っていきます。不思議なんですけれども、気のせいか悪いものが抜けて軽くなっていくような気がします。そして深々とハーブの匂いを吸い込んで、ハーブを両手でハクハクして、祈祷師がホラ貝を吹いてお祓いは終了です。ちなみに広間の中で一番人気の高そうな祈祷師にお祓いをしていただきました。こちらのお祓い、なんと20ペソ、約170円です。激安です。いいのかな？最高。メキシコ、ビバメキコ。Chingón México. 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 Eso. Chingón México. Chingón México. 体の中の砂利が取れたような、なんともすがすがしい気持ちです。サボテンの前はお店を出している人やタロット占い、語り合いをしている人の憩いの場になっているようです。
早いですが夕飯を食べに来ました。初日に来て美味しかったホテルの近くのタコス屋さんです。スワデロとトリッパをお願いしました。お店の方は相変わらず塩対応。最後のタコスいただきます。スワデロは美味しい、間違いなし。トリッパの方はですね、焼きがちょっと足りないのか少し生臭い感じがしました。タコス屋さんでアイスクリームが売ってたので買ってみます。マンゴーアイスにしました。アイスが手に垂れないように紙がついています。とっても濃厚で美味しかった。コンビニに寄ってまたアイスを買いました。マグナムのココナッツマンゴー味です。それではメキシコ最後の夜に乾杯。メキシコ最高、ビバメキシコ。それでは今日の反省会をしたいと思います。メキシコの旅は少し後悔が残る旅となってしまいました。ルチャリブレは見たかったなぁと思いました。昼だったらよかったのですが、夜の部しかなくて、さすがに夜10時過ぎに女一人でメキシコプロレスは危険だなと思って諦めました。ガイド代払ってでも行けばよかったな。そして思っていたほど治安は悪くなくて、メキシコ人がみんな親切だったのと、本場のタコスのうまさに震えました。そして買い物が楽しい。何より雑貨が可愛い。メキシコは気持ちが上がる大好きな、また訪れたい国になりました。明日は早朝の便でトルコに向かいます。トルコも初めて訪れる国なので楽しみです。3時に起床なのでおやすみなさい。